皆さんこんばんは。夏目さんちのげんです。この本をおすすめするために今日の動画を撮っています。今日の動画のタイトル的に多分一番出てこないのこれ出てこないんですか？別に絵本紹介みたいな話じゃないですから。違うんですか？はい、この画角で撮ったのが多分初めてなんですけど、確かに狭いんだよめちゃくちゃ狭いんですけど、ここ夏目さんちの漫画部屋なんですよ。で、そうだね、ほぼ3年前、もう約3年前に引っ越してきた時から、皆さんからリクエストいただいていた企画で、この本棚を紹介してほしいっていう、何があるのか、なんで3年放置したんだろうっていう、本当に恥ずかしい話、本棚でみっちりのこのお部屋を作るのは我々の夢だったんですけど、結構物置になりがちで、いや物置っていうかね、なんか掃除するとこっちに避けて、ズボラが住んでる家だからね。そうなんですよね、夢の漫画部屋とはちょっとね、ビジュアルがね、そうビジュアルが良くなかったと。っていうのを最近掃除したんで、3年越しにやっとお見せできる、今まで僕たちが好きだった漫画とか、好きな漫画とかを語りながら、もうひたすらここを練り歩くだけの動画にしようかなと思います。絵描きとしての動画というよりは、まあなんかオタクの遍歴みたいな、自分たちの好きの遍歴、下の作業部屋の方にイラスト系は置いてるんで、画集とかは下に置いてる。なんで、またちょっとこの動画の後にイラスト集とか作品集系でどんな作家さんが好きなのみたいな棚を見たいよっていうリクエストありましたら、下の作業部屋の棚もじっくり紹介みたいな、もうやりたいと思うんですけど、ちょっと今回多分ね合わせてやると意外と尺やばいかなって。いや、そうなんだから今回おすすめできる絵本もね、多分これだけになってしまう。まあ絵本紹介はサイエンチでやってよ。いい顔じゃない、このアンパンマン。悪いこの顔。かわいいわ。好き。まあということで、それアンパンマンは関係ないんですけど、じゃあ早速やっていきましょうか。いきましょう。まあもうどんどんやっていくんですけど、ひたすらもうあれか見ていくか。こちら夏目さんちのね、地下43階でしたっけにある漫画部屋のその5だったかな。とにかくなんかいろいろあるんですけど、漫画の容量でいうとね、多分ねさやより圧倒的僕の本っていう感じかもしれない。源さんがもともとご実家に持ってたやつが7割ぐらいかな。そうかもね。そこから買い足したりとかもいろいろあるから。でちょっと棚の並びは会社とか作者とかなってるやつもあれば、キモい並びのとこもあるから、まあその辺は気にせず見ていただければ。でここは暗殺教室ね。これ松井先生。僕松井先生暗殺教室も好きなんですけど、圧倒的にネウロが好きで。時代を感じるね。日焼けしすぎ。今だと逃げ若やってますけど。最近読み始めました。いやマジでさ、ネウロの画期的なところはね、謎解きが終わった後興味を失うっていうのがベストなの。いや、そう、なんでこの人が殺人をすることになってしまったのかみたいなさ、そこにドラマがあるのにそこはもう興味ないんだよね。ネウロはその時は解き終わって全く事件に関心がなくなるっていう最強ですね。そういうのがどうでもよくなるっていうのがもう1話ですごい綺麗に描かれてて、ネウロ最高です。23巻でコンパクトなんでめっちゃいいです。今ねちょっとずつ進めてるさ。で見てこれ、ボーボボの1巻だけある。これうちの妹がちょっとボーボボ貸してよっつって貸して。ボーボボ貸してよってすごいピンポイントでボーボボなんだ。もっとこんなにいっぱいあってボーボボだけ持ってくんだ、はるちゃん。なんかそう、うちの妹っていうか我々姉妹はだいぶボーボボに育てられてまして、ボーボボ持ってったんだけど1巻だけここにあるから1巻以外を持ってくっていうなかなかない借り方をしてて、別になんで1巻は置いてったの？謎だよね。多分ね1巻だけ別のとこにあったからね。取り損なったんだ。もうええかっつって。で源さん、源さん爆推しメダリストでしょ。最近もう激推しで大好きなメダリストですね。めちゃくちゃいいですね。これは基本的にはやっぱ女の子メインっていうか、登場キャラはほぼ女の子なんで。表紙にリオくんいないかな、探すな。いや、源さんがなんか絶対さやが好きな男の子いるよって言われて、いやいやいや、そんな私のことを知った風な口を聞かれちゃ困りますよとかって思いながらメダリストアニメ見て、言ったじゃん、そいつだよってリオくん本当に可愛い。めちゃくちゃ可愛い、賢いし、自分の環境が良すぎるという。そう、良すぎるのにこんなに恵まれた環境でできない僕は何なんだ、俺は何なんだっていう葛藤してるね。いや、すごいいい。あの年齢の葛藤ではないよ、あれは。いや、それは本当に彼女たちはね、若い子の思考回路ではないぐらい深い思考をするんで、言語能力すごいよね。でもね、とにかく僕はこのメダリストでいろいろキャラクターが強くてやばいとかあるんですけど、マジで絵がうまい。これなんか表紙の印象と全然違う。表紙もめっちゃ綺麗でうまいんだけど、中のモノクロの部分の漫画の動きがうますぎて、これゾッとするんだけど、絵がうますぎてビビるマジで。
フィギュアスケートが題材のさ、漫画でしょ。人間の体を熟知しないと描けないよなって思うもん。なんでこんな漫画描けんだろうっていう不思議なぐらいすごいの。あ、やべ、開いちゃった、始まっちゃう。始まっちゃうからここ一回読み始めちゃうからやめ始まっちゃう。戻してはいでこれさやさんが好きな相撲これなもで、マギはねちょっと途中なのよ、私。でもさマジで思うんだけど、さやの絵柄ってやっぱり大高先生の影響下にすごくあるなってここだけ見てもよくわかる気がするんだよね。本当なんか、本当いや本当に僕は思ったよ。でも本当相撲もすんごい模写してたし、っていうのもあるから多分なんかあるのかもね。だから最近めっちゃこの辺触れた話ばっかだね。そうだね。今回ねせっかくなんで、あまり触れてない話をめちゃくちゃ触れていきたいなと。まずここの岩脇仁先生ゾーン。ゲンさん大好きだよね。これはあれですよ。さやと僕を結んだ寄生獣でもある。これ何かというと完全版の寄生獣なんですけど、会社員時代にさやとのコミュニケーションを取るために歌詞を作りたいみたいな戦略的に付き合ってもないし、なんかまだこうお友達、同じチームのね同僚ぐらいの感じだった時期だよね。仲いい同僚みたいなぐらいの時期にやっぱり次の約束とか連絡を取り続けるために貸すとものを貸し借りするっていうのは大事だと思ってて僕は。でその戦略の一環で貸した寄生獣ですね。手のひらででっかいこの完全版8巻をこれを会社にドカンってドーンって置いて、今回多分紹介する漫画って新しい漫画あんま紹介しないかも。そうだね。今見ていただいてる方々が新しい漫画を読みたいのであれば、この漫画がすごいとかを毎年追ってればさ、面白い漫画追えるじゃん最新の。割と昔の漫画について触れる可能性はある。寄生獣面白いね。とても面白いですよこれ。でもなんかこう苦しいよね。そう騙されて読んでみてほしい。本当にちょっと怖いかもしれないけど、あとでもねこれ怖いように見えるけど可愛いよね。めちゃめちゃ可愛いから、この漫画を見るとキャラクターの重要性が分かります。その次は七夕の国なんだけど、これはめっちゃ面白いですよっていうことだけ言っといて、がこれは一旦置いといて、ヒストリエですね。私これ読んでないんだよ。これも面白いんですよ。ヒストリエってさどういう話なのかもしれないんだよな。どういう話っていう説明するのがちょっと難しくて、今で言うと何が好きだったら、この漫画ぜひ読んでほしいっていうんだったら、アニメとか見て地ハマった人は絶対好きだから見てほしい。わしのこと？お前だよ。スタートが紀元前343年のペルシア帝国のそこから始まるんですよ。要はだからアリストテレスとかの時代の話に始まる、その中にいたエウメネスという少年の話なんですよ。とにかく賢い少年が軍略家として政治家として台頭していくっていう物語で、全く終わる気配がないので、今手を出すのはちょっと酷ではあるが、このもどかしさをずっと一緒に僕と抱えてほしい。絶賛連載中ではあるんですけど、岩城先生がちょっとお体の調子を崩されておりまして、そういうのもあって執筆がちょっとどこの病気だったか忘れちゃったんだけど、僕は気長に待っております。あとこれあれじゃん、こんないいところに。いやそうなんだよな。源さんの伝説の可愛いね。めちゃくちゃ可愛いでしょこれ。こんなに癖がこもった作品があるのかっていうのはビビったんだけど、これも八花少女これ、でもさ源さんも何回もおすすめしてるもんね。マジでおすすめして、でもなんか実際表紙とかこうやっておすすめするのは初めてだね。初めてだね。これなんかここの今あるけど、ここにいるハッカは誰も知らない、俺しか知らない坊ちゃまとバーヤ2人で暮らした1年間なんですけど、少女のところにバーヤって書いてある。坊ちゃまをずっとお世話していたハッカバーヤっていうね、バーヤがいるの。そのバーヤがもっと坊ちゃまのお世話をして差し上げたいのにみたいな、そんな思いがなぜか実を結び、少女の姿になるっていう、どんなもん食ってたらこんな話書くんやっていう。だっても書いてあるほら、御年数えで80歳のハッカバーヤは不思議な薬で少女の姿になりました。坊ちゃまとの2人暮らしは今日も賑やかって書いてある。いやそここれがね坊ちゃまでマジでマジで癒されるってレベルじゃないから読んでみてほしい。説明のしようもない魅力がある漫画ですね。結婚する前に、もう源さんに爆押しされてそうでただなんかちょっと描写としては若干フェチフェチしすぎる描写があるので、全年齢におすすめかというとちょっと微妙なところではある。素晴らしい作品です。可愛い。待ってこの棚俺の性癖ゾーンじゃない？そうだね。そういうまとめ方してるんだな。これは最近表紙見るとあってなる。さっきから全部表紙見たらあってみんななると思うんだけど。確かにこの黒髪ストレートのね、セーラー服の女の子がなんかこうちょっと宇宙っぽいとこでさ。これはですね第1話で突然超能力が芽生えてしまう女の子の姉妹の話で、まあそれだけでいいんじゃない？それだけで源さんが好きそうってわかるじゃん。とにかく好きです。
紹介ド下手みたいな。さらにこちらですね、このあだ花、はい。また好きそうな感じなんですけど、上中下の3巻なんですけど、短編で言えば最近だと一番おすすめかもしれない。あ、そうだね。ただこれグランドジャンプなんですけど、だいぶ大人向けというかなので、描写がえぐいので、これ未成年の方はちょっと夏目さんとしてはおすすめできない。そうだね。ただ大人の方で刺激の強いサスペンスを読みたい方ははい最高ですね。ちょっとおすすめです、これは。で当然言わずもがな放課後秘密クラブ、はいこれはもう散々触れてるのでちょっと言わないですけど、味も結構ね、こっちのチャンネルではゲンさん、とにかくアクションが素晴らしい。あと主人公のキャラクターが好き。これ初めて言うんじゃない、もしかして。これさや読んだことはないと思うんだけど、僕が大好きな中田春久先生っていうね、方なんですけど、今、ナイトライトハウンズっていうね漫画を描いてるんだけど、表紙を見ると多分なんとなく皆さん察すると思うんですけど、アキラとか好きな人は絶対好きですね。とにかくこのスチームパンクの世界観でバンドデシネの魅力がある、かなり。だから僕も画集だと思って何度も読み返してるみたいな、そんなレベルで絵がすごい好き。かっこいい。読んだことない。私もこれゲンさんのおすすめを知っていこう。ありがとうゲンさん。ね。待って、進めないね。どうしようね。進めないね。やばいね。でもさ、下に降りていい？下に降りた。あ、ゲンさんの人生じゃん。そう、僕の人生の中で一番漫画で、これここ見たらわかるんじゃないですか。このもう何回こう撮ったのかっていうことで、何回読み返したのかということですよ。僕もやしもんはマジで僕に大学生活っていうものが絶対に楽しいものなんだっていう確信を植え付けてくれた漫画なんですよ。植え付けてくれた。大学入学する前の高3の時に買った漫画で、農業大学の学生で金が見える沢木宗右衛門忠康っていう子がね、忠康が主人公なんですけど、金が見える少年が農業大学に行っていろいろ発酵食品作ったりとか、いわゆる銀のさじの農業大学版みたいな感じ。逆だけどね、銀のさじのが後なんですけど、銀のさじは高校だもんね。そうそうそう、銀のさじは高校。この大学生たちがまたどうしようもない奴らが多くて楽しそうで、途中なんだよな、ワクワクする。ワクワクするっていうと正しくはないんだけど、なんか知識も得られるし、大学のいい雰囲気もあるし、それはなんかわかる。でしかもこの先生が全部丸ペンですんごい細い線でカリカリ描いてるような絵で、その絵がめっちゃ細かくてね好きなんですよね、精密でっていう感じですかね。ここはこんなもんか。いや、こんなもんではないが、ちょっとあんまり触れると進めないので、一応触れるとこの紀藤もひろ先生のこの僕らのっていうね、作品とか、紀藤もひろ先生って僕大好きで、このあらすじだけ見れば僕が好きそうだなと思いますよ。このでっかいよくわかんないロボットみたいなものに少年少女が乗り込むんですが、このロボット一戦ごとに少年少女のあるものを奪うんですよ。恐ろしい話なんで、覚えられる漢字の枠一つとか、それだったらいいですよね。アニメの曲だけ知ってるね。あ、確かにあれそれ有名で、インストーってやつでしょ。インストールって有名なやつがありますね。はい。どうしましょうか。どうしますか。どちらに行かれますか。とりあえずもうこの辺は僕が散々序盤なんか僕しか喋ってねえな。違うんで、序盤が僕の棚なんだよね。イメージとしてはここはねゲンさんの棚なんだよな。確かに。てかね、そうなっちゃった、結果的に。ゲンさんの漫画が基本的に多いのもあるけど、なんかこっち側はゲンさんで、なんか逆にこっちは結構共通して見てる漫画が多いかもしれないね。呪術廻戦とかデスノート、銀魂、鬼滅の刃、地獄楽。確かに。ダンダダン、最近なんかさ、こうアンパンマン見すぎてダンダダンなのかダダンダンなのかだんだん分からなくなってくるんだよね。ちょっとわかる。パラちゃんがさダダンダン見てるとさ、ダンダダンだよみたいなこと言うと、あ、違うわ、待ってね、ダダンダン、待ってどっち。そう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 。あとこの辺が古谷先生ゾーンですね。そうだね。僕は古谷先生はコラボさせていただいた時も言ったんですけど、僕はね幻覚ピカソとかこの辺がめちゃくちゃ好きですね。入ったのはただこのライチとかからもちろん入ってるんですけど、私古谷先生で女子高生に殺されたいから入ったんだよ。あ、そうだね。あ、違う、僕は違う。最初が人間失格、この表紙につられて人間失格って漫画あるんだみたいな、っていうのでちょっと気になって買ったら、むちゃくちゃいいぞこの漫画ってなって、一緒に、ね、コラボさせていただいた動画もあるので、ぜひそちらもご覧ください。ご覧ください。この辺はまあいいでしょう。藤本さつき先生とかドロヘドロとか、富樫先生、鳥山明先生、井上武彦先生だったりがあって、進撃の巨人とかキングダムがあって、ジョジョがあって、ワンピースがあって、最近僕がワンピース1112巻をさやがあまりにも読んでくれないから、僕が代わりに全部読んで、よくわかんないんですけど、この辺はちょっとね、当然好きですよっていうゾーンなので、そうだね。ちょっとさやの方先いかん。ここもまた僕がめちゃくちゃ好きなゾーンなんで。ああ、確かに。さやのゾーンどっちかってこっちじゃないか。ああ、そうだね。この辺かも、この真ん中のあたり。じゃじゃーん。この辺端からいきますか。
あけびちゃん、あけびちゃんね。あけびちゃんとりんこちゃんっていう、はいどちらも可愛らしいというか。結構私のなんか穏やか系のやつが多いかも。さやさんが好きなこのランと灰色の世界、これもすごいボロボロもめっちゃ可愛いよ。ほら世界観がすごいんですよ。もうこのなんかさちょっといろんなお菓子とかさ、なんか要素がごちゃごちゃしてて。どういう話なの？ランと灰色の世界って。これはね、小学生のこのランちゃん、はいはいこれパパで、お兄ちゃんこれがお母さんなんだけど、お母さん魔女なんだ。そうそう魔法使い一族で、みんななんか何かしらのこう変身の魔法が使えたりとかするんだけど、でランちゃんはこのシューズを履くと、この美女に変身できるっていうので、この美女の生活と小学生の生活をこう行ったり来たりしてこう恋愛があったりとか、あと街を巡る危機があったりとかっていう可愛いとドキドキとだいぶ切ない物語なんだけど、でも実はねランと灰色の世界こんなにさやがおすすめしてるのにまだ僕読んだことなくて。泣いちゃうよ。で入江圭先生が今書かれてる作品がこの北北西に行くまで、これ水彩だよ。素晴らしくない？美しくない？でさこれさ本当自慢させてほしいんだけどさ、本当にこれ自慢するね。これなんか多分何回か時間はしてるんだけど、サイン本超レアや。こんな絵入れてもらったのすごい。そうやばくない？しかもだよ。北北西のこれ当時3巻が最新巻だった時にその入江先生にね実際にお会いして、この春田っていうね編集部に新人漫画家志望みたいな、新人の立場で行った時、そうそうそう、研修に一緒に参加させていただいた時にお会いして、でなぜかここにこの主人公のケイ君ではなくランちゃんを描いてもらうっていういやそうこれ宝物なんよ。そう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 。ごめんなさいちょっと一瞬戻るんですけど、僕この刻々知ってる人も多いと思うんですけど、謎の宗教団体新純実愛会にさらわれた家族を救うためジュリたちは祖父がひた隠しにしてきた術を使い神羅万象が止まった世界視界に飛び込むっていう。とにかくここのキャッチコピーに惹かれた人は絶対好きです。世界は止まった永遠の6時59分が始まる。もう俺が好きそうじゃん。もう好きそう、絶対好きやん。でしかもねこの短く8巻で完璧にまとまってるんで、完結しますよもう8巻で。私こっちのねゴールデンゴールドねめっちゃ面白くて。これも面白いんだけど、これねごめん続刊を全部 Kindle で買ってしまったせいで続刊がないです。そう困ってます。でも最近さやと Kindle のアカウントをようやく一緒に見るっていう術を気づいたので、これすごい面白い。ゴールデンゴールドもめっちゃおもろい。ただ僕は刻々をおすすめする。じゃあこれ読むわ。あとこっちか。でもこれはもう言わずもがなダンジョン飯。ダンジョン飯は当然面白いね。久井涼子先生ってさダンジョン飯最高に好きだし面白いんだけど、この3つの短編集ね、ここがマジで伝説級に素晴らしい。そう竜の学校は山の上と竜の可愛い7つの子かと引き出しにテラリウム。簡単に言うといわゆるショートっていうその短編のジャンルなんだけど、短編集が好きな人は 100% 好き。とにかくいろんな斬新なアイディアの短編が散りばめられてるから最高に面白いですね。ファンタジーというかちょっと不思議な SF みたいな感じのやつとかいっぱい入ってるよね。そうそう、その考え方するんだみたいな発想ですごい可愛いんだよな全部。すごい変な話言うと久井涼子先生一生短編集出しててほしいぐらい短編大好き。あとはそう私ねこのツバメのハサミっていうねこのね松本水星先生の絵がすごい好きで。めっちゃ可愛い。ツバメのハサミはどういう話なの？これはなんかまだ女性にあんまりこう社会的地位がなかった時代にツバメちゃんがこう理容師として社会に花開くっていうか。これ全2巻です。そう全2巻で貴族のボンボンみたいのが突っかかってくるんだけど、そこの関係がめちゃもう貴族のボンボンが突っかかってくるってもうなんか好きやんさやってなっちゃう。さや春田系だね結構やっぱ好きっていうね。そうやっぱね春田はねずっと憧れのね雑誌だったから。春田でいうとここね。そうまあ森川先生のね乙女語りは当然。これもすごいよな。ね。漫画だけど画集でもある。画集だよね本当に。結構春田の作家さんの漫画そういうイメージある。アナログで漫画描きたくなるなっていうのが思う。そうね。そうであとこの辺で言うとあれじゃないの、青野くんに触りたいから死にたいっていうこれもねこれめっちゃ好きでめっちゃ好きだった、続刊完結まで僕は Kindle じゃない電子で読んでしまったがためにここにまだ続刊がないっていう、私まだね読んでない、ここまでしか知らないから、ね、これちょっとね欲しいの。これめっちゃ好き設定が。青野くん死んじゃってるの。人生で初めてできた彼氏青野くんとごく普通のお付き合いをしていたが、ある日青野くんが事故で死んでしまう。絶望する優里だがそこに青野くんが幽霊となって現れたっていうタイトルがすごいよね。すごい。だって青野くんに触りたいから死にたいってすげえタイトル。マジで悲しい、し面白い。この子がなんかちょっ
と怖いぐらいそう狂気的なんだよね、もうとにかくもうどんどんまっすぐというか、イカれた純愛が読みたいからあぜひ。そう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 。あでもこの凪のおいとまはマジでこれまあねめっちゃそうドラマになったぐらいねすごい人気の作品なんだけど、あえてここで私がおすすめしたいのがこのゴッホちゃんなんですね。これ懐かしいね。そうこれさ僕も大好きなんです。実際にいる画家のゴッホのテーマの4コマ漫画なんだけど、これを源さんの付き合ったばっかりぐらいの時に源さんの部屋で毎回行くたびにこれを読んでるっていうぐらい、そうなんかね思い出のね、なんかね不思議だよね、これさいわゆる本当にゴッホの生涯を4コマ漫画で描いてるからすごい可愛く描いてるんだけど、でもさみんな知ってると思うけど、ゴッホって壮絶な人生じゃないですか。あそうそう結構なんていうか、悲劇の画家みたいな、なのに画風がこの可愛い感じで描かれている4コマで出てるこのゴッホちゃんはね、このゴッホちゃんマジで好き。いやなんかこれ癖になる、わかる。これも僕も大学時代にたまたま手に取ってなんとなく買って結構読んでる。まだ付き合ったばっかりで源さんのお部屋に行くっていうのも全然慣れてない時期に読んでたっていう、なんか思い出も込みで好きです。いいですねこれ。まあいろいろとありつつこの辺はのだめとかね、二宮先生、はい、であとちょっとごめんね、こんなとこにあってあれなんですけど、ポケモン、僕が大好きなポケットモンスタースペシャルですね。はい、あれよく言ってるリザードの切り裂くでアーボックが切り裂くとかそういうちょっとヒリヒリしたポケモンがねこの前半戦を楽しめるので、これなんかポケモン界のアベンジャーですねこれ。いろんなシリーズのポケモンの作品が出てくる。今もだってあれだもんね、ゲームの主人公がちゃんとこうキャラクターとしていろいろね出てる。あこういう感じこういう感じ、ほらこの今までの主人公たちがちゃんとアベンジャーズ的に集合する回があるんですよ。それがね激アツなんですよね。それを読むためだけに読んでほしいみんな。あとなんだ、乙女の帝国は乙女の帝国もね、これさすっごい面白い買い方してると思わない？ 1,2,6,8,9,11,12 ってね、これ源さんの推しカプが出てくるね関数なんだよ。みんなびっくりじゃない？だった気がする。そうだったっけ？そうこれもちょっとおすすめしにくいんだわ。でもこれジャンプだこれ。これ序盤ね、これマジで変な話なんだけど、これ序盤ちょっとエロ寄りというか、これなんか女の子たちがただただイチャイチャしてる、そうゆりゆりしてる漫画なんですけど、いやマジで可愛いよこれ。めっちゃ可愛いんですよ。そうただめっちゃ可愛い。本当に序盤の1巻2巻あたりだけが妙にエッチさを売りにするんだけど、本当だ。そうなんですよ。今ジャンプラでやってるやつはもうとにかく尊さ重視で、ジャンプラの方で見てたからそうなんだけどっていうのもあって、あまり声を大にしてお勧めしないですが可愛いです。はいめっちゃ可愛いです。でこれが地味に僕好きなやつで、ブラックジャック創作秘話っていうね、手塚治虫のブラックジャックをこの書いてる時の制作現場の話。僕こういうの大好きで。そうだね。僕マジでこういうの好きなの。いろんなお仕事漫画とか実録エッセイとかそういう系が大好きなんですけど、そういうやつの中でも特に好きなのがこのブラックジャック創作秘話。熱くなる気持ちが、いやすげえなってかっけえなってなって、でブラックジャックがまた読みたくなる。手塚治虫はやはり狂ってますか？狂ってますね。やっぱ神と言われる人ですね。でまあこの辺嘘食いとかね、嘘食いとかドクターストーンとか、この重ねもめっちゃいいね。重ねも好き。重ねも好き。これあれだよね、確か用紙を交換する話だったよね。不思議な口紅を塗って口づけをするとなぜか容姿がチェンジされるっていう、とんでもない醜い顔の重ねという女の子がとんでもない美少女というか美人に入れ替わり、そして持ち前の演技力でのし上がっていくっていう、女優としてそんな話ですね。引っ越す前のお家のベッドでこもって読んでた気がする。名作です。はい。この辺も名作ではあるが、4月は君の嘘とか、この辺もいろいろあって。わしこれ好き。花のズボラ飯。気持ちが分かりすぎる。これのメニューが好き。これどういう漫画だっけ？この花ちゃんっていうこの女の子が旦那さんが単身赴任でいないから、旦那さんが帰ってくるってなるとすごいワクワクしてすごいちゃんとお料理とか用意するんだけど、基本的には私一人だからもう適当でいいや、めんどくさいって言ってすごいズボラっぽい飯を考えて作るんだけど全部美味しそうみたいな。そう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 。でもやっぱご飯漫画っていいよね。ご飯漫画ってなんかいつ読んでもいい。これもご飯漫画ですね。ほらクーネルマルタ、クーネルマルタとか、お取り寄せ王子飯田よしみだっけな。グルメ漫画ってさ読んでしまうところあるよね。読んじゃうよね。でもね、このお取り寄せ王子はね、毎回お取り寄せグルメを楽しむサラリーマンの話ですね。いいですね。これがね、これのせいで俺お取り寄せグルメめっちゃしたくなった。で待って、ちょっとさ1個飛ばしちゃったんだけど、これ紹介しなきゃ。確かにさやが大好きな私の人生じゃん。人生がストレンジプラスだよ。みんなボーボボとストプラを読むと、私という人間
がこうやって生まれたんだなっていうのが多分本当にわかると思うんだよね。それぐらいあれなんだ、ボーボボ系ってこと？いやボーボボ系ある意味で。そうそう、なんか探偵事務所の話だよ、探偵事務所に来た、なんか変な依頼を、この変なメンツで解決していくっていう話なんだけど、基本的に服を着ない話で、この子が主人公なの。男？でもその感覚で合ってる。こいつ男っていいんだよ。男か女かわからないね。男なんだけど。男なんだ。お前28歳で男のくせにお前なんで格好してんだみたいなことをずっと言われてんだけど、いいんだよ俺は美少年だからなっつって。で恋は福山潤だぞいいだろって自分で言うんだよ。メタネタとかもそういうのもありだね。めっちゃある。そうそうそう。ギャグ漫画でしょ。ギャグ漫画もずっとだって表紙ではこうやってちゃんと服着てるけど、中見るとほぼほぼ服着てないことの方が多くて、ぜひこれ本当に全然どんな話かわからないけど。とりあえず服脱いでないことしかわからない。服脱いでないことしかわからない。推理とかはしない。推理とかじゃなくて、もう本当に変な依頼を変な風にこなしていくっていう本当のギャグ漫画なんで、底抜けに笑いたい人はぜひおすすめです。何も考えないで笑える漫画です。大好き本当に。読んでみるかそろそろ。読んでほしい。ようやく読んでみるか。そうそう。理解するために。でほら言ったじゃん、ほらスカート履いてるでしょ。そう28歳男性なんだよ。なんでだよ。よくわかんない。で CV 福山潤さんなんで。これを読むとじゃあさやがわかるということで。いやそうぜひおすすめです。はい。カオスなんでしょうね。本当にこれは今日絶対おすすめしたいと思ってた。ありがとう。そしてこの隣にあるのは出た神藤子不二雄の SF 短編ですね。なんかさ温度差すごくない？温度差やばいですよ。とにかく温度差すごい位置にある。藤子不二雄ってドラえもんの人なんだよねって思ってる人は読んでみてほしい。えげつない話めっちゃあるから。ある。とんでもない話が入ってる。なんかうわーってなる。あれは小学生向けにチューニングされてるんだっていうことを実感する短編がいっぱいあるんで。ここで終わんのみたいなやつね。突然ですがお知らせがございます。お邪魔します。夏目さんちのブランド何にもが1周年を突破しました。ありがとうございます。1歳ですよ。早い。という間に何にも1周年を記念しまして、秋物冬物で特別なアイテムを多数ご用意しております。いや今回はすごいよ。アイテム数も過去一なんですけど、テーマがいろいろありまして、原画展がテーマです。そうなの。今まで描いてきたイラスト、ルサンチマンだったり金魚と初恋だったりご都合主義のメンタルピーとかも、こいつらたくさんのイラストたちを使って、それぞれがアパレルのアイテムになっております。いやそうなんだよね。ちょっとモチーフだったりとかカラーを入れてみたりとかで、結構頭使いましたわ。今回はかなりねいい感じですよ。気に入っていただけるんじゃないかというアイテムがたくさんあるので、ぜひチェックしていただきたいんですが、今回も先行販売のポップアップ開催予定でございます。こちらの予約抽選がもうすでに始まってますので、概要欄からぜひ皆さんチェックしてみてください。お願いします。そしてポップアップの後には EC 販売もやりますので、そちらも続報をお待ちください。いやもう本当に早く見せたい。まさかあいつがあんな形でなってるとは多分皆さん思わないと思うんで。まあ確かに、僕は一番即日即金券のやつがお前ええんかって思ったけど、でもすごい面白いものになりましたので、ぜひぜひ皆さん楽しみにしていただければと思います。ちょっと面白半分に見に行ってみてほしい。でそしてこの後ですね、キービジュアルでお絵かきしてるシーンが無理やりぶち込まれるという。そうですね。今日は頭の中皆さんカオスになって描いてってください。大丈夫です。同じ家の中で描いているので大体そう頑張って共通点を絞り出したんだけど。それでは動画の続きをご覧ください。どうぞ。この辺は青のフラッグとかこの辺はね面白いの。これ大好き。これボールルームへダンスも大好き。これボールルームダンスの話なんですね。とにかくこの方も絵が上手くて、やっぱなんかあれなのかな、フィギュアスケートもそうだけどさ、ダンスとか人の体を描こうとしてる作家さんってどんどん絵が上手くなるのかね。ただ肉体を描くわけじゃなくて、そこをさらに美しく感じさせるってすごい技術だよな。めちゃくちゃ絵が上手いんですよこの人も。あとめっちゃ面白い。簡単に言うとこの藤田多々良っていうね中学生なんだけど、社交ダンス教室に突然連れられてしまう。でそこからボールルームダンスにね、ダンスの世界に入っていく話なんですけど、ダンス版のアイシールド21みたいな感覚になるような面白さですね。とにかく絵がうまいね。面白かったこれ。しかもめっちゃ面白いからぜひ読んでほしい。めっちゃ好きだったこれ。これもなんかちょっと渋いんですけど、これ読んでないな。何度もね読んでる好きな話で、僕はビートルズっていうビートルズのコピーバンドをやってる主人公たちがいるんだけど、その人たちがある日バンドの中で喧嘩をして、そのいざこざで列車のホームに落ちちゃう。そしたら転生してしまう。気づいたら何年前、まだビートルズがこの世に出てくる前のところに行ってしまうっていう。
でそんな中ビートルズが存在しなくなってしまうんじゃないかっていう、自分たちのせいで、っていうのを危惧してか、もしくはどういう気持ちなのかは置いといて、ビートルズの曲をやってしまうんですよこの人たちは。で僕はビートルズね。そうでそれで世界からは、なんだこの新しい音楽はっていうのをなってしまう。要はほぼ盗作みたいなもんなんだけど、めっちゃ面白いですこれ。ビートルズ好きはね読んでみてほしい。ビートルズ好きじゃなくても読んでみてほしい。昔ビートルズ大好きなパン屋さんに行ったことあったね。行ったことあったわ栃木にあるな。あとその下にある初めの一歩はさやさんが好きな試合のところだけ買うっていう、すごい買い方してる。すごい買い方してしまったので全然揃ってないんですね。改めて読み返したいんだよな。あでもちゃんと揃ってるの。割と揃ってるよね、ちゃんと埋めたんだ。でもまだこっから先プラス倍ぐらいあるから、全然あるから全然あるから光が死んだ夏ね。今これ今話題作ですね。ねそうアリスどこまでも読んだの。これ今 Kindle 版で全巻あって単行本は3巻までしか買ってないですね。ねちょっとね多分人によって何言ってんだって思うと思うんだけど。夏目さんちこれ一応説明したいんだけど、面白いですねって言ってお前こっから先結構あるけどみたいなやつが映ってた場合、大概 Kindle で買ってる。一回 Kindle で買って単行本を集めるっていうのができてない作品が多くて。いやそうなんね、でも買って読んでます。買っちゃうね。アリスどこまでもに出てくるね。そう犬星くん。犬星くんどう見てもさやが好きそうな。いやそうなのね。このアリスちゃんがね、宇宙飛行士になるのを目指すお話なんだけど、一緒にステップを踏んでってくれるアドバイザーとしてこの犬星くんっていう天才少年が、孤高の天才犬星くん、俺が君を賢くするって。いやもう本当に賢いの。そう賢すぎる。そうお前チートじゃないかってぐらい賢くてやばい。生き字引っていう、本当にこんな感じ。子供らしさを失ってるぐらいの賢さがあるんだけど、でも人に見せる子供らしさっていうキャラが本当に好きで爆刺さりしてしまって最近の漫画ですよかなり。で今全4巻なんで全然皆さん今からでも追いつきやすい。いやそうマジ爆そうこのアリスちゃんっていうのがセミリンガルっていうどっちの言葉も中途半端な理解力で来ちゃったから、言葉が拙くなっちゃって人とのコミュニケーションがうまくいってないところを、その犬星くんが第1話で出会ってね、俺が君を賢くするっていうところに出会うっていう物語で、そもそもねそのアリスちゃんっていうのが自分はおバカさんだから何にもなれないかもみたいなところから、いや君はただ言語がそういう状態になってるっていうのをまず分析してくれるってところで、もう犬星くんさやさんが刺さってる。さやさんが爆刺さりしてるアリスどこまでもと、すごいたまたま隣並んだんだけど、これ君と宇宙を歩くためにっていうね、これもすごいね最近話題だと思うんですけど、面白いですね。ねそうこれもね、ちょっと途中だからねちゃんと読みたいねさや。でブルージャイアントとか僕だけがいない街は多分これドラマ化もしたんでみんな知ってると思うけど、このタイムリープサスペンスでコンパクトにいい感じでまとまってて素晴らしいですね。大好きです。であれかこの辺は結構こう短編集が集まってる。そう僕すごい短編集買うのが好きで、この5秒童話っていうねこれもすごい面白い。これも好きだよ。これ週刊石川正幸っていうもやしもんの石川先生が書いてらっしゃる短編集で、多分今ねこれ中古じゃないと売ってないんじゃないかな。だいぶ古くて、これ面白かった。すごい。短編集ってさ短編集だからすごい面白い以外の紹介があんまりできないんですけどこの吉富先生の本の姉さんもちょっとエッチなんだけどめっちゃ面白いです。これすごいよ。最初から最後まで全部奇妙な短編なんだけど最後にちょっとつながっていくっていう面白さがありますね。これもですね石黒先生の下天楼っていうのが、これも短編集ではあるんだけどちょっと最後の方に驚きがある、そういった素敵な短編集です。とにかくこの辺の短編集は、気になったやつはみんなぜひ買ってみてくださいっていう。そしてその下、荒川博夢先生コーナーがこれもなんかさ触れるまでもないよね好きですがね、もうみんな知ってますわなっていうねハガレンがあって、ここもハガレンがありまして、重心円も懐かしいな。ガイドブックハガレンたち。ガイドブックさ死ぬほど読んでたの。死ぬほど読んでた。なんでさなんかこれ何2個あるの？同じ？何時だ。なんで同じこれ？何時のか。どうして？2人で買った？かもしれない。あるんだよこういうことがうちはマジで。2人とも買っちゃうみたいなパターンがあって。っていうねそういう。あとはこの辺は四つ葉とだったりアイシールドはもう当然面白いですね。これワンパンマンで。幼稚園ウォーズね。幼稚園ウォーズこちらもね以前千葉先生とコラボさせていただいて、結構もうだいぶ佳境というかまだまだ続くと思いますけど、結構今いいところまで来てるんでぜひ読んでみてください。あとこちらですよ。これ姫川明先生はもう僕の
オリジンです。はい。この間推しカプ集合絵描いたじゃないですか。うんうん、あの時にサリアの話したと思うんだけど、うん、僕がなんでリンクとサリアの関係性を好きになったかというと、うんうん、ゲーム以上にこの姫川先生が描いてるリンクとサリアが可愛すぎて、姫川先生の絵というか、漫画が良すぎて、ちょっとこのサリアとリンクの関係に妄想がしやすくなっちゃったせいで俺がこじれた。こじれてしまった。そう、とにかくこの、ね、悲しみにくれた。そうなんですよ。姫川先生のゼルダシリーズは最高ですね。はい。で次がこれがさっきの正面のとこかな、はい、これも先日推しカプ集合絵でやったゴースト&レディ、はい、黒博物館シリーズっていうね、で想定が可愛い。そうなんです。藤田先生はね天才なんですよやっぱり。みんな知ってる作品ばかりですもんな。ゴースト&レディ前回おすすめしたけど、このスプリンガルドもこれ一冊で終わりだし、これジャガンはガチリンに飛ぶも一冊で終わりだし、それめっちゃおもろかった。これめっちゃ面白い、一冊でこんな面白い話書けるんだっていうのが結構この辺は、これは2冊でこんな面白い話書けるんだってなるし、ちょっと長めだけど三日月よ怪物と踊れも黒博物館シリーズっていう同じシリーズですね。私これ好きだったら総合艇壊すべし。総合艇僕ね全部電子で読んでしまいましたね。だから続刊がない総合艇もめっちゃいいんだけど、やっぱり藤田先生で一番じゃあ何が好きかってなると長期連載だとカラクリサーカス、カラクリサーカスはマジでこの辺までで離脱したくなった人はマジで我慢してほしい。このままもちろん読み続けられる人もいるとは思うんだけど、ちょっとね序盤が不思議な感じというか結構なスピード感と独特な設定で続いていくから、なんだこの話って思っちゃうのよ、新しすぎて。それなってくるんだけども、そっからもう舞台は日本から飛び出しみたいな。あ、そうなんだ。でもとにかく伏線回収、最初日本だったのは覚えてる。しっかり綺麗に伏線も回収されるし、主人公たちが大好きになる最高の物語なんで、ド直球な少年漫画なのにストーリーがバチッとハマってるっていう。遺産相続絡みで命を狙われる少年マサルと、人を笑わせないと死んでしまう病にかかった男成美、ここなんですよ引っかかりポイントは。すごい不思議なの。ゾナハ病っていう人のことを笑わせないと本当に死んじゃうの。その設定が結構独特で、序盤乗れるかどうかが分かれるんですけど、頼むから乗ってくれよみんなっていう本当に面白いから。でしかもこのね人形、白金っていうこの表紙にいるゲイさんがいかにも好きそうだなと思ってた。いかにも好きそうでしょ、ほら、操り人形、これを操ってこのからくり人形同士がバトルしていくっていう。なんかさ難しいんだよな、この作品の魅力を俺はこの短時間で伝えられない。頼むから読んでくれ。読んで後悔はしない絶対に。はい。でまあ当然あとはブラックジャックは全巻が一気に買わせていただいたあれですね。地があって、まあ地はね散々好きですって言ってるんであれですねうるさ浅野稲夫先生の、落ち込みたい時に読むのがおやすみぷんぷんですね。落ち込みたい時に読むんだ。落ち込みたいっていうそれ正しいかそれこれマジでね、いや悲しい。めっちゃメンタルにくるんだよ。いやわかるわかる。元気な時じゃないと読めない。いやそうなん、元気な時じゃないと読めない。パラちゃんがねいっぱいこうやってここに出して、パラちゃんちょっとプンプンしまってプンプンって言うとね、プン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 って言いながらねこれ暴れ散らかしてるから順番通りじゃないんですよ今。なぜかねこのカラフルな表紙が好きなのか、一番パラちゃんが手に取るべきではないような気もするんですけど、こっちも好き。これ映画になったね。最近話題ですね。デッドデーモンズデデストラクションこれ可愛いんだけど、これもまあ若干元気な時に読んでほしいこれはめっちゃ可愛い。でも中学校の時に出てたらさ絶対オンタンの真似して暮らしてたと思う。やめろってそうこの子ねオンタン、そうオンタンの真似して暮らしてた。私はそういうオタク女だった。でまあここは皆さん大好き岩沢直樹先生、やわら、モンスター、ハッピーで、これねビリー・バットでしょ。で20世紀少年でしょ。で朝ドラ、プルートでまあ浦沢先生の作品で多分僕は何回も言ってるんですけど、プルート1巻手塚治虫先生の鉄腕アトムを浦沢直樹先生がリメイクしてる作品なんだけど、これに出てくるノース2号っていうねロボットがいるんだけど、それが短編として優秀すぎて1巻の最後の方に出てくる話なんだけど、それがなんか泣く。漫画を読んで3話だけでこんなに泣けるんだってびっくりする。ゲイさんにここだけ読んでって渡されたもん、何回も。盲目の天才作曲家のダンカンというね老人のもとにノース2号っていうねお世話ロボットが来るんだけど、そのノース2号とダンカンにはお互いね隠れた秘密がある。心の闇がねあるんでね、はい、それがもう泣けるんですよ。であとは浦沢直樹先生のずっと好きなのはこれハッピーの23巻の終盤がいろんな局面がすごい
工作するのに読みやすすぎて感動したっていう、へえ。すげえなこれ。実はね、20世紀少年しかね、浦沢直樹先生読んだことないんだよね。そうなんですよ。マジっすかって。モンスターもね、本当にここら辺ぐらいしか読んでないんだよな。読めて。そう、読みたい。マジで浦沢直樹先生はね、閉じ込めてほしい。閉じ込めたいよ。時間が止まったこの部屋に私を閉じ込めといてほしい。永遠の6時59分、サイにも訪れる刻々の。あ、刻々のね。いや、それ欲しいよ、本当に。そうね。ね、とにかくまあ浦沢先生は、はい、まあ最高ですっていうのは当たり前で。あと地味に僕が好きなのはね、7人のシェイクスピアっていうね、ハロルド先生の漫画で、シェイクスピアがどんどん脚本家劇作家として成功していくという話。2つあるよ。いや、これがややこしくてね。これが最初で、あ、この黒表紙がそう次がこれですね。こっちの一巻になるんだ。そう、僕このね、ハロルド先生の漫画全部好きで、リンっていうね、漫画家と霊能力少女の話です。へえ。面白いですこれ。で、あとこれハロルド先生ではないけど、最近漫画ワンでやってる「チェンジ・ザ・ワールド」っていう演劇漫画がばっか面白いんで、演劇漫画が好きとか、元演劇部だったとかいう人は絶対読んでほしい。動画で漫画ワンの確かにあったね。あ、そうなんか先生に密着とか編集者さんに密着の動画に出てるので見てすごい気になってたの。確かに。それじゃあこっち側行くか。行きますか。うちの本棚の最後なんですけど、最奥真島ひろ先生コーナードーンってありますね。ドーン。真島先生で以前コラボさせていただいたりしたんですけども、今更紹介するまでもなく真島先生の名作たちです。はい。で、東京リベンジャーズ、この辺もね有名っていうかの作品がいっぱい。東京リベンジャーズ、ハイキュー、でもさやさんはハイキューを読んでない。ヤクネバ。さやヤクネバ読んだんだっけ？ヤクネバはねまだね。そうだよね。ヤクネバも読んでないね。てか読んでないてか名作読んでないがちなんだよね。確かに。ハイキューも読んでないし、私ブリーチもね20巻ぐらいまでしか読んでない気がする。いとこのお姉ちゃん家なかったんだよ。だからいとこのお姉ちゃんのせいなんだけど。あるじゃねえかここにも。いやブリーチもね一気読みするとやっぱ面白いですね。これなんだっけ？ワートリも面白いです。ワートリがもうね読んでる。なんかすごい面白いですね。これルーキーズでナルトね。あ、ブースト。ブースト。これはお知り合いの編集さんからいただいたやつ。読みたい。ここが高橋留美子先生ゾーンですね。ね。高橋留美子先生だとさやはどれが一番好きなの？やっぱ青春は犬夜叉なのかな。なんか難しい。シーンの思い出でいっぱい思い出せるのは結構ランマが多かったり。ランマね。そうそう。これ新装版？これ新装版の方だね。カップルとしてでも実は一番好きなのはうるせえやつらのアタルとラムちゃんだったりで、青春が飛び散っちゃってて。日本語不思議なんだけど、私密かに好きなね漫画でこれなんだよな。それでも僕は君が好きっていう。これ何？僕も知らないんだけど。あ、本当？なんかね最初ね普通に絵が好きだなと思って表紙買い？そう表紙買いしたんだけど、こう主人公の男の子がちょっとダメな感じの男の子なんだけどどっちの方面に？一生懸命なんだけど毎回なんかこういいとこで失敗しちゃうというか、選択肢を間違えちゃってるイメージがある男の子が。浮気とかそういうんじゃなく？あ、そういうんじゃない。一歩踏み出せなかったとかそういう感じ。ちょっと奥手みたいな。あ、そうそう、奥手というかなんだろう。間が悪いやつみたいな。あ、それに近いかも。もうその女の子とはもうラブラブに近いとこまで行くんだけど、なんやかんやでお別れしちゃってみたいなのを俺読めないよ。めっちゃ繰り返す。俺絶対読めないじゃんその話。だってさ、ほらいっぱい女の子いるじゃん。これ全部違うことだねこれ。確かに。そう、これだけのこと、いい感じになるんだ。いい感じにない出会い別れるみたいなのを繰り返す話で。結構好きだね。僕ちょっと無理かもしれない。いやこれ名作じゃないとかそういうんじゃなくて。でもすごい好き。あ、ミスフルじゃん。あ、そうそう、これはミスフルね。これみんな読んだ方がいい。これ本当に元気になるから読んだ方がいい。ミスフルを今みんな読んだ方がいいって勧めるの難しいよね。今多分中古でしか買えないかもね。あー確かに。これ普通にね野球漫画なんだけど、野球ってこうやってバットでさ打ってさ、でこう一周して帰ってくるじゃん。帰ってきた時の主人公が1ページ使ってギャグをこうバーンってこう言いまくるみたいな、そのページがただただ楽しみみたいな。野球漫画としてではない。野球してるシーンはもちろん熱いんだけど、早く猿の帰ってこねえからみたいな感じになるのがねすごい好きで。で、あ、これだね。ここはまあね最有機ですね。峰倉和也先生で、ね、ワイルドアダプターっていうこの漫画ね。これも峰倉先生か。あ、そう、これ峰倉和也先生で、多分ねまだ8巻出てないんじゃないか。8巻出たのかな。すごいゆっくり出てるみたいな。あ、そう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 。そうだよね。7巻だよね。あ、じゃあ最新7巻か。結
構前なんで7巻が出たのが、いつもこんな感じで8巻出たのかなとか検索するけどやっぱまだ出てなくて、Amazon のサジェストにもアリーナアダプター8巻ってなんか予測変換に出てくるから、多分同じ気持ちの人が日本中にいっぱいいるんだと思うんだけど、でも本当峰倉先生に関してはもう書いていただいてるだけで本当にもうありがたいありがとうございます。しかも最近ツイッターでこの2人、めっちゃかっこよくないか、めっちゃかっこよくないか。好きそうですね、また最後。そうそう、ちょっとアングラなお話なんだけど、横浜のヤクザの話で、体が一部獣みたいになる麻薬が入ってきちゃって、それを摂取すると絶対死んじゃうみたいな、もう過剰摂取しすぎて死んじゃうから、その麻薬で生きてたやついないって言われてんのに、こいつ、こっちの手前の男の子は片手だけがその獣っぽくなってて、生きてるんだよねっていう。でこの謎をこう2人で追ってくっていう話なんだけど、すごいさ、すごいどうでもいいことに気づいちゃったんだけど、さやが昔書いてた読み切りってワイルドアダプターに影響された？そんなことないよ。昔大学生の頃満研時代に書いていた漫画のさ薬物系の話あったじゃん。それはワイルドアダプター影響ではない。やめてください。やめてください。純粋だったんですよ。やめてください。峰倉先生の中でワイルドアダプターがいっちゃん好きなぐらい、めっちゃ好きです。でも BL がちょっと香る感じの話ではあるんだけど、そうだからこれの前にある荒磯高校、名前忘れてた、荒磯高校なんとか部っていう、この2人が高校生としてなんか出てくる漫画があるんだけど、それはもうがっつり結構そういう系の漫画だったんだけど、なるほどな。それがめっちゃかっこよくなったのがこれって感じ。好きで、犬夜叉でしょ、この高橋留美子先生で獣事変だったり、すっごいさ、これさ完結感読めてないんだけど、大学の頃めっちゃ好きだった漫画で「王様たちのバイキング」っていうね、これ天才ハッカー×エンジェル投資家って書いてあるんだけど、ハッキングのスキルだけを持っているコミュ障の少年がいるんだけど、どんな大企業のシステムにも侵入できちゃうみたいな、そんなレベルの子で、それに対してこのめっちゃ金持ちのこいつね、右のやつがこのハッカーに投資をしていろんな企業の闇を暴くなどなんなどいろいろ進んでいくっていう。この漫画さ、源さんと結婚する前から源さんの本棚にあって、毎回源さんがこれめっちゃ面白いんだよって言ってるのは覚えてたんだけど読んでない。そう、僕もね、なんかね完結が多分ね、十何巻とかだと思うんだけど読めてないから今急に思い出して読みたい。で、さやさんが大好きなこの晴れのちぐね。晴れぐね。はい、晴れぐ。晴れぐってさ、どういう話なんだ？俺も読んだことないんだよ。晴れぐはこっちが晴れで、こっちがグーって女の子なんだけど、ジャングルのとある村にこの晴れって男の子が住んでて、グーってこの女の子が突然引っ越してきたっていうか、晴れが住んでる家に居候として急に来た子みたいな感じで一緒に住むことになっちゃう、急に。最初はね、なんかちょっとお見せしちゃうんだけど、こんばんはってすごい可愛い感じで、すっごい美少女がなんか美少女ないそう、すっごい美少女が俺ん家に来ちゃったみたいな感じだったんだけど、数分しか持たなくて、去年はこれで、そう持たないって何？ずっとこの子謎なの。不思議な能力を持ってるんだけど、別にそれが何なのかもわからないし、なんでその能力を持ってるかも何も明かされないんだけど、ただただこの不思議な女の子にこの春が振り回されるっていう物語なの。ちょっと読んでみたいな。なんか口から何でも出るし、口の中に入るし、あと何でも飲み込めるの。人を殴って気絶させちゃったっつって、やばいってなったら、グーが飲み込めばそれで証拠は隠滅 OK みたいな。OK じゃねえだろ。そんなぶっ飛んだ話なんだ。そういうの。そうだけど、実はその春の出生にちょっと秘密があったりとかで、そのジャングルの中の生活がすごい面白い話なんだけど、そうでもう一個それで紹介したいのが、それの続編でこの晴れグーってやつ。この晴れグーがこっちはジャングル編で、こっちは都会編なのよ。そう、このジャングルのいつも一緒にいる春の友達とかがみんなで都会にお引っ越しして都会で暮らすんだけど、めちゃくちゃな設定があって、この子、クプタちゃん、そうめっちゃ可愛いじゃん。そう、私すっごい好きな女の子キャラなんだけど、この子本当は男の子なの。多くない？そういうの、さやが好きな漫画の。しかもね、意味がわからないの。もう別人なのよ。晴れのちグーの方だとなんかすごい口の悪いヤンキーみたいな男の子がいるの、グプタっていう男の子が。なんだけどグーの力でこの晴れグーになった時の後半の方に1話だけね、性別が全員逆になっちゃうって回があるのね。そうだから晴れも無理やり女の子にさせられて、晴れがグーに「もう戻せ!」みたいな感じで怒って、他の子は一瞬で戻るんだけど、なぜかグプタちゃんだけは戻らなくて
なんでだよ。グプタちゃんだけ最終話でやっと戻るの、だからなんかね後半ねずっとグプタちゃんのままなんだけへーど、このグプタちゃんが超可愛い本当は全然口の悪いヤンキーなんだけど、はいいつもなんか恋に生きてる頑張り屋さんの女の子になっちゃうっていうむちゃくちゃな設定があって、話聞く限りずっとむちゃくちゃだね。そうてか私が好きな漫画全部むちゃくちゃなんだけど、動画きっかけで生きがいしたちははい、やふるチハヤフでしょ、ルでしょ。テニプリ、はい、好きなとこだけ買ってるテニプリでしょ。ハイスコア。ハイスコアガールも面白いですね。ゲーセンでめっちゃ強い女の子ですね。これ大好き。トナと石も好き。これ知らない。これ戦国武将の話、4コマ漫画、気軽に読めて楽しい。4コマっていいよねやっぱ、うん。であと劣化ね。劣化の炎、劣化の炎はいいぞ。これはちょっと僕が義務になってるやつね。いや僕はこれ読んでほしい。ちょうどいいわ。これ取引。取引。僕はうん。さやの大好きな劣化の炎を33巻まで読みますということははい。さやはなんとワンピースを33巻まで読むとなんと空島編が終わります。わちょっとこれ2人で交換しよう。さやの大好きな劣化の炎33巻を僕が読む時間にさやはワンピース33巻を読んでるんです。ー。はい。そういうことですよ。劣化の炎はね、これもめっちゃ模写したね。いやー好きだったな。もう泣いちゃったもん33巻最後。と言われてるからさすごい読みたいんだよ、でそしてはい先日完結しました雪村誠先生のヴィンランドサガね、はい。とてもいい終わりでした。んなんか喪失感すごかった。あーずいぶん長いこと追っかけてた気がするから、うん気がするっていうか実際長いのよ。雪村先生とこちらの動画でうんコラボさせていただいて、はいサインも言ったんだけど、大学の時から追ってた作品だったんで、ゆるりゆるりと進んでいってついに終わってしまったかという感じ。池村先生もおっしゃってたもんね、うんね息子さんと同じくらいもうトロフィー息子だって言ってたのを、もう息子より長い間息子ですみたいなそうそうそうそんなレベルでねおっしゃってたんで、うん最終巻が投稿時点でもう出てると思うんですけど、ぜひはい最後を見届けてください。そして僕は雪村先生はどちらかというとですね、まずはじゃあ入り口としてこのプラネテスが私まだ読んでないんだよな。全4巻なんでとても好きです。はい。やっぱ宇宙系の話ってさ、うんうんうん。どう転んでもワクワクしちゃうんだよね。宇宙空間に飛んでるデブリを回収してる回収屋の主人公のうんうんうんハチというやつがね出てきて、回収屋さんの話ですね。大学時代にこういう漫画を読み始めた自分が大人になったなって思いながら、すごいなんかねそういう気持ちもあったの当時。あーうんうん、そういう思い出もあり読んでいた作品っていうのもあって、うん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 、めっちゃおすすめです。おちょっとなんか背伸びびしちゃったな俺みたいな。あとなんかあるか？こんなところか。先だとゲンさんの大好きな汗と汗と石鹸。石鹸ね。あでもゲンさんこれは？これさ、これちょっとまた全然関係ないんだけどさ、これ地獄堂霊界通信っていう大元にあるね、児童書なんだよね。ああ。多分これ僕たち世代だったら小学校の図書館にあったの知らないっすかね。絵がこういう感じじゃない、もうちょっと怖い感じ。へえ。ずっこけ3人組のうんうん。幽霊版みたいな。へえもう。本当に好きで、思い出補正も込みなんだと思うんだけど、絵が可愛いめちゃめちゃ。 3人の少年がいるんだけど、地獄堂っていう小学校の近所にある怪しいジジイが営んでる店があって、でそこに霊的なアイテムがあったりとか、でこの3人がそこに入り浸りながら霊界のいろんなトラブルに巻き込まれていくかみたいなああ話。可愛い。いやすんごいのよ。この金持ちのねシーダと気弱だけどいざという時頑張るりょーちんと、でもすごいそんな感じする。てっちゃんね。うん。そうなんかこれもゲンさんの実家にあったのをすごいよく覚えてる作品。なんかこれも本当に僕の思い出込みっていう感じですね。今もう一周してきたかなほぼ。そうね。ね、ルロケンがあって7つの滞在とかね。ブリズンスクール。まあいろいろ見ましたが、はい。あとまあこれねあと。何そこにあるんだサイレンの攻略本がなんかとにかくいろんな漫画があり、ちょっとやっぱり触れきれないというかさ、好きな作品に関して言うともうね1個で1個の動画撮れるみたいな、なぜ2巻なんだろうね。確かにこれね多分ね実家に置いてきちゃってる気がする。私オーホス読んだことない。大好き。これもそ大好き。俺に見せたら見試合できなくなる。あもう見ないで記憶消して。これ大好き。風光る。風光る、はいこれ新選組の漫画。新選組の中にこう男と偽って入隊した女の子の話めっちゃ好きへーです。そう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 。というわけで、まあいろいろ見てきま一したが、周しました。まあ紹介できたのはなんとなくまだ一部な感じはするんですけど、こんなものをね摂取しながら我々は、はい育ってきましたよという動画でございました。イラスト系のね作品集とかは機会があればまた、そうだね。はい。ゲンさんの熱いプレゼンを、うん。私が聞けてよかった。てかもうちょっとプレゼンしてしたかったな。もっと語りたいのがたくさんあったので。そう一個ずつ結構丁寧に、まあ一応丁寧には言ったつもりでは受け止めたよ。あ、じゃあよかったです。てかもう本当にさ時を止めてくれないかなゲンさん。俺がいやすいません喉がカラカラすぎるね、たくさん喋ってしまって、ね。
今はちょっとアンパンマンに僕の顔を食べようと言われてもちょっと水分があってなっちゃうぐらいには喉がカラカラだ。コメント欄でもしよかったら皆さんもこれが好きだったらこれ読んでないんですか、これおすすめですみたいな、みんなの作品おすすめをめっちゃ聞きたいので、時間があったら読むので、はい。あと好きなのあったらぜひそれのなんか、確かに熱烈なコメントもお待ちしております。ということで皆さんぜひそれいけアンパンマンをぜひご覧ください。どうぞ。始まんないよこの動画アンパンマンに始まりアンパンマンで終えるなよ。みんなの印象がアンパンマンで終わるだろ。一番最初のアンパンマンの絵本のさ、表紙ってさ実は見たことない人結構いそうな気がする。ではほらじゃあアイリスアウトしてこれで。そうだろまたね。さあということで、はい、突然始まりました何にも1周年キービジュアル。イエーイ。じゃあまずはさやさんから。はい、こんなに寄ってもらってるのに、ね、はい、何の線も見えねえ、また虚無塗りしてるよって感じなんだけど、いや今回実は、はい、ここ今もう下塗りの前に、はい、全体的にこうオレンジがかった風味になるように、全部にオレンジをわーって2回ぐらいそう塗ってあるから、うっすらほんのりオレンジ色の紙に塗っておりますね。おー、なるほど、そうなってるんですね。いやそうちょっと今回なんか秋っぽいなんか確かにぷわって感じにしようかなと思って。オータムなんでね。あ、そうそう、オータムタムって感じにしようかと思っててね、これ伝わった今。全然わかんない。はい、でなんかこう、テーマが今1周年で、そういろんなこう今まで登場してきた絵たちをたくさん使ったね1周年になるということなので、ちょっと美術館的なね風合いをあるっていうことで、美術館っぽくなんかこうそこに行きたい2人がちょっとアクシデントに見舞われてるみたいなテーマの絵なんですよこれ。その2人というのはまあ2人は2人ですね。何にもの絵ってさ基本的にいや何にもの絵というか最近のさやの絵というか、いやそうてかもう何にも私この2人しか描いてない。いや本当だね、今まで確かにキービジュアルに今まで出てきたのこの2人だけだ、いやそうなんだよね、というわけでさやさんが最近すごく気に入ってる兄弟2人がついに1枚に入って、あれ初めて？そう2人を1枚に収めたのは初めてですね。歴史的瞬間だわ。そうなんだ、そんな風に言ってもらえるの嬉しい。完全に壁と壁だけで描いたのねいやマジで何にものねキービジュアルはね、良くも悪くも本当に我々自由に、いやそうマジで自由、全然仕事だとは思ってないんで、趣味の絵の延長だと思ってます。いやそうめっちゃ楽しいわ毎回。みんなもそういうなんか気持ちで受け取っていただければ嬉しいです、いやね本当こいつら本当に好きなことをやりたいようにやってるなっていう。でもほらもう若いでしょ、丸出しな感じが。丸出しだね、丸出してるでしょ。丸出してるわこれ、さや丸出しだわでしょさや丸出しいやでしかも今回、いやなんかこう結構装飾が細かくなってきてるから、多分過去一大きい絵なんだよね。ああ確かに A3 サイズだっけこれ。いやそうなんですよ、めちゃめちゃでかくて、私の中では。てか弱気が出るのも初めてかキービジュアルに。そうこういう系のな。いやねもう本当聞いてほしいんだけど、言わないんだけど。言えよいやちょっとね本当に結構、なんかちょっと私の中のなんていうのこうナイーブなところっていうの、なんか繊細なところみたいな。なんか脳みそが一生懸命この絵に意味を入れたの。意味がそういろんないろんなパーツ、このブドウだったりとか、あとなんかねすごいいろいろ隠れてるのよ。いやでもなんか今日じゃねえわ、今回の絵さ、すごいなんかもう見どころというか密度が高いよね。いやそうなんですよ。ちょっと頑張って、なんかそういうもいるし、そうなの、そうだからいろんなポイントにいろんな意味を込めてみたの。素晴らしい。なのでちょっとその意味をちょっと考えてもらえたら、なんか見ながらねちょっとでも考えてもらえたら嬉しいなと。そう私はでも、正解は言わないので。言わないタイプなんだ。そう言わない恥ずかしいそんな恥ずかしいってさあということで、今回僕の方もですね今からやっていくんですけど、ごめんなさい今回、マジで自由にやりすぎて、いや本当にすごい、マジでやばい、さやの日じゃないぐらいちょっとお前本当にさっていう感じでやってるんだけど、まずびっくりしたもん。まず、描きたい子を4枚描きます。そこから始めます4枚、今回テーマがその1周年かつ原画展のようなね、テーマっていうのがあるんで、まずは好きな子を4枚描こうっていうすごい自由なとこからマジで始まりますね。今までで一番自由かもしれない。いやそうなんかゲンさんがなんか、てか最初の多分この子を描いてる時点とか、もうほら新しい絵になってきた。でちなみにごめんなさい本当に申し訳ないんですけど、
フォトショップとプロクリエイトを行き来して今回制作してたので、はい、フォトショップ部分が消えてるんでいきなりカラーがついたりするんでごめんなさいで途中からちょっとフォトショー頑張って画面収録し始めるんだけど、その頃にも絵は大体完成してるっていう。はい、これはねちょっとドールをイメージして描いてますね、この子は。いやそうだからなんか、そう最初こうどんどんこう女の子たちが出来上がっていくうちになんか、すごい感じでまとまってるみたいな、私もなんか今回びっくりの連続だったわ。今回びっくりの連続だったね。お前もびっくりしてるんかいやなんかどんどんねいろんな手法で描いてみようとか、いろんなこう描いてみようっていうので描いてるから、だから自分も最終的にどうなるのかが分かんなくて、なんかこれごめんなさい、フォトショップであれこれしてきた後ですね。あ、もう後なんだ、はい、これちょっとつがいのような、なんだろうこの子たちっていうこの対になってるような子を描こうっていうので描いたドールっぽい子ですね。でそしてこの子も何かランプを持ってるような子を描いてみようかなっていうところから始まったんですよ。でとにかく今回は違う女の子を、違うというかなんか同じテーマ内で違う子を4人描くっていうところから始めてるんですよ。でその描いた子たちをいかように使うかはこの時点ではまだ考えてないんですよ。でも今回のキービジュアルには女の子を4人出そうっていうのだけ決めたんですよ。あ、もうそこは決まってたんだ。でとりあえず今これは何にもねだったということを思い出して取ってつけたように何にもくんが生えてきましたっていうでこれ夏目さんちが最近お家に買ってえらく気に入っているランプとランプをベースにちょっとランプも描いたりしましたね。これ自慢なんですけど、ここの手のモデルさやさんなんですよね。そうですね。ゲンさんに呼び出されて写真撮らされましたね。はい。さあということで出来上がりました。まずは1人目。ちょっとごめんなさい急に色ついてるんですけど、これかわいい。あばら。そう、あばらな感じ。あばらじゃん。そしてこの子に至ってはタイムラプスの収録すら忘れていたからはい。この子はね結構なんかゲンさんがここにこう、iPad に表示してるのを見てたんですけど、結構この子はびっくりだった私。そう新しい生まれてる感じで描こうと思って。でこれがつがいの子、そしてこれがモノクロ線画で出来上がった子。はい。この子たちが4人揃って何が起きるんだろうと思ったんですけど、今回原画展みたいなのがテーマなわけですよ。いろんな絵からいろんなものを連想して作っていこうと、じゃあ架空の展示会のポスターでも作るかと。おしゃれ、発想が。でここでやっとフォトショップ、そうだ画面収録しないとフォトショップのデータって消えるんだと思って自動でさタイムラプスが収録されることに慣れすぎてて、あ、そうね、プロクリエイトはねやってくれるからね。とりあえず今描いてきた絵たちを組み合わせて、一体どういう感じになるのかというので、描いた絵をだからフルで使ってないんですよね今回のキービジュアル。そう今だからフルで見れたのはさっきの直前だけっていう。そうだね、これちょっとずつ重なってるから全体は見れてないのか。とりあえず左上の子だけは絶対使うって決めてたんで、この子は全部映ってるんですけど。でもすごいなんか、ほんと銀ちゃん多彩すぎる。でもなんかね今回しかもポスターのレイアウトとかデザインを決めずにこう始めてるんで、いじりながらどんどんレイアウトしていくんで、なんか面白い感じになってますね。計画性がない。でもなんかその衝動性がいいよね。そう、よく言うと衝動的こうしたかったからこうしたんだみたいなのは。でこの額縁自体はうちにあるものを写真スキャンというか写真に撮って額として使ってますね。あ、だから絵の額外れてたんだ。そういうことですすごい後からすごくで何にものロゴをレイアウトしてどうしようかなとか思うんですけど、やっぱりロゴ入れるのやめようかなとかそういう過程がねどんどん出てますね。すごいなんかね悩んでるねちゃんと。やめようかなやっぱみたいなでとにかくいろんな絵がみちみちになってて、1周年なんでこのボリューム感を表現するというか、今回のこの全体的なね何にものボリューム感も表現したかったので、もうとにかくいろいろと重ねて、そして架空のね原画展っていうことにしようと思って、タイトルどうしようかな、存在しない展にしようかなみたいな、虚構展にしようかな、どうしようかなって言って架空の記憶展になりました。かっこいい。これしかもこのフォントもこだわってる感じで、これちょっと細長い。やだ玄ちゃんってばすごい。もうただこれが一体何なのかというと本当に何でもないので、皆さんは突然よくわからない、知らん原画展のポスターをお出しされるっていう、それが今回のキービジュアルっていう、なんかもうお前いい加減にしろよみたいな感じでもなんかいいね。そうでも本当に楽しくやっただけ、マジで本当に楽しく落書きしたものをレイアウトしていくっていう、なんか仕事の合間のストレス発散みたいな感じでやりました今回は。一応お仕事なんですけど、これもすごいなんかもう私が感動してるんだけど、
はい、ということでわーでき完成したー。ちょっと今回はプロクリエイトのアップデートが途中で挟まったので、はい新しいブラシも作ってあ、そうだね。楽しくやってますね。めちゃめちゃ興奮してたもんね。うわこのブラシ楽しい、うわこのブラシめっちゃすげえみたいな。このあれでしょ、このシュッてね、このシュッシュッてラインブラシとかも楽しかったので、右から結構そのまま使ってみましたね。この均等にたくさん線が入るこのブラシかわいい。こんな感じですごいレイアウトし、どんな感じになっていくのかと思ったんだけど、まあどうにかなりました。ちょっとこれ開いてほしい、本当に架空の記憶点。いや架空の記憶点を開いてほしいです。架空の記憶点も開いてほしい。こんな感じです。かわいい、すごい。あ、忘れてた。忘れるな。いやでも今回のさやの絵マジで原画で見てほしい。ポップアップでは皆さんそうだ原画で展ね。示されるので、ぜひ見てほしいですね。いやもう今回モリモリなので、めっちゃモリモリだね。いろんなパーツが入ってて、でちょっとこの中に一切映ってないんですけど、須藤もどこかに須藤マンちらっがね、と須藤が映ってるはずなので、そうそう、皆さんねぜひねこの映像を見ながら探してみてほしい。ちらっとマジで映ってるんで、マジ本当に隠れ須藤がいるんで、隠れ須藤がいるので、ぜひ探してみてください。はい。いやでも今回なんかお互い1周年っぽい絵にはなんかなったんじゃないかなっていう。なんかこうちょっとギュッと詰まった感が、こんな感じです。はい。いやなんかイエーイいいね、楽しかった。やっぱなんかさ、額縁という同じパーツが入ってると、確かになんか示し合わせたわけじゃないのに2人とも額縁書いたんだよね。いやそう、これ奇跡だった。いやーよかった。よかった。ということで、はい今回はね本当にたくさん、なんかもうこの冬多分秋冬俺たちこれしか着ねえわぐらい、多分そうもうみちみちで作って、はい、自分たちは大変気に入ったので、はい、ぜひライブペイントもありますので皆さん概要欄からチェックしてみてください。お願いします。